こんにちは。脳と心の秘密の教室にようこそ。私は今日の案内役を務めます寺澤優里と申します。慶応大学というところで脳とそれから心の秘密について研究をしています。さて皆さん、あなたの頭の中には何が入っているのか知っていますか？答えは、そう、こんな形をした脳が入っているんです。今日はこの脳というのが何をしているんだろう、どんなものなんだろう、どうやって働いて、一体どんな役に立っているんだろうということを一緒に考えていきたいと思います。まずはじめに脳がどこにあるのかということですが、最初にお話をしましたように、あなたの頭蓋骨の中に入っているんです。人間の体っていうのは、こういうふうに頭が上にあって、その下に体がついていますよね。で、脳というのは、このピンク色で書かれたこの部分、これのことを脳と言っているんです。さて、どんな形をしているのかもう少しよく見てみましょう。ここに脳のモデルの写真があります。これを見てみますと、ここに線があるのが見えますかね。こういうふうに脳は右側の部分と左側の部分というので、2つ合わさってできています。2つ合わさってボールの半分、つまり半球のような形になっています。右側の脳のことを右半球、左側の脳のことを左半球と呼びます。そして脳の前の方、この辺に皆さんの目がついているんですけれども、脳の前の方のことを前頭葉、脇のところのことを側頭葉、頭のてっぺんのところのことを頭頂葉、後ろのところを後頭葉、そしてこの小さなしましまのところを小脳というふうに呼んでいます。これは外側から見た図なんですが、この2つをパカッと開いたような内側の図というのがこちらの図になって表されています。さて、脳は何でできているんでしょうか？さっきの写真を見ると、硬そうに見えました？柔らかそうに見えました？実は脳ってお豆腐と同じぐらい柔らかいと言われています。でも何でできているのかっていうのはもちろんお豆腐とは違います。神経細胞というアリンコよりももっとすごく小さい、こういう一つ一つの細胞と言われるもので組み合わさって出来上がっているんです。で、この一個一個の細胞同士がつながって網の目のように絡み合って出来上がっているのが神経ネットワークというもので、脳の中にはこの神経細胞、それから神経ネットワークというのがたくさんたくさん入っています。この神経ネットワークの中を情報が行ったり来たりすることによって、私たちはとってもたくさんのことができています。例えば誰かとお話をしたり、何かを考えたり、何かを決めたり、体を動かしたりするっていうのも神経ネットワークの中を情報が行き来した結果なんですね。その他にも読んだり聞いたり嗅いだり味わったり、何かを見たり、体のバランスをとったり、それから何かを覚えたりする。これも脳の役割です。そして、あなたが生きている、そのことを支えているための呼吸だとか、心臓の動きとか、そういうものも脳の動きととても深く関わっているんです。このたくさんのことを支えるために、あなたの神経細胞、それから神経ネットワークが動いているんです。このビデオ、その動きというのを分かりやすいように示したものです。実際にはこんな風にピカピカは光らないんですけれども、一つの細胞に情報が来たら、次の細胞にこんな情報が来たよというのをどんどん広めていってくれるんですね。こんな風にしてあなたの脳は動いています。私たちが何かを見ることができるのも脳のおかげなんです。これはあなたのお顔を横側から見たものですけれども、ここにお目目があって、ここに脳がありますよね。で、目の前にこんなものが現れたとき、どんなものが見えているのかっていうのを神経細胞、繊維を伝って脳の後ろの方に情報が送られます。そうすると、あ、ケーキだということがわかるんですね。なので、あなたが見ているものが何かが見える、そしてそれが何なのかっていうのがわかるためには、目とそれから脳というのが一緒に働いた結果なんですね。生きている皆さんの脳がいつ、どこがどんな風に動くのかというのを知るためには、特別な機械が必要です。
これは MRI という機械で磁石の力を使って脳の内側を見るものなんです。このドーナツ型をしている機械の内側に入って写真を撮ると、脳をこういう風にスライスしたような写真を撮ることができるんですね。そして、例えば何かを覚えてもらったりとか、何かを感じたりしてもらっているときには、脳のどこが動くんだろうっていうことを調べることも、この機械を使うとできるんです。お姉さんが不思議な帽子をかぶっていますね。この帽子、脳波計というものなんです。これを使うと、頭の外側からでも脳の中で起きている小さな小さな電気信号の変化というのを見ることができます。このビデオ、黒い波が動いているの見えますか？これがまさに脳波というものなんです。不思議ですね。さて皆さん、ここで一つ質問です。皆さんの脳というのは生まれた時から今のあなたのままにもう完成したものだったんでしょうか？それとも生まれてからだんだんあなたの体が大きくなるように脳も大きくなってきたのでしょうか？どっちでしょう？ここからはこの脳の成長について研究をしている皆川康代先生に教えてもらいましょはい、ここから皆川が赤ちゃんや子どもの脳の働きについてお話をします。まず、生まれた時から脳は変わらないのという質問ですが、この質問に答えるためには赤ちゃんの脳を見る必要がありますね。では赤ちゃんの脳をどうやって調べるんでしょうか。赤ちゃんの脳の働きをニルスという特別な帽子で調べることがあります。この写真はそのニルスの場面です。左はお母さんと赤ちゃんがニルスの帽子をかぶっています。お母さんと赤ちゃんがお話をしているところですが、その時の脳の働きを調べています。右側の赤ちゃんもニルスの帽子かぶっていますが、ちょうどこの脳の横の部分の働きを調べているところです。それではニルスを使って赤ちゃんの脳の働きを調べる場面を見てみましょう。こちらは実験室の中です。その中にニルスの帽子が置いてあります。実験室の中にはこのようにスピーカーが置いてあって、ここから音が出ます。まず赤ちゃんの頭の大きさを測って、それに合わせてニルスの帽子をこういうふうにかぶせます。こちらは実験室の外でニルスの装置とパソコンが置いてあります。パソコンから音が出ます。父さんが抱っこしていますが、英語の R と L の聞き取りの調査になっています。このようにして赤ちゃんが英語を聞き取りしている間の脳の働きを調べます。ここで皆さんに質問です。生まれたての赤ちゃんはお母さんの声がわかるんでしょうか？答えは、はい、わかりますです。私たちはこの問題について赤ちゃんの研究を行いました。その結果がこちらになります。左はお母さんの話しかけに対する赤ちゃんの脳の働き。右側は知らない人の話しかけに対する脳の働きです。お母さんの話しかけに対しては脳が大きく働いていて、いろいろな脳の部位がつながっています。それに対して知らない人の話しかけに対してはつながりが2本しかないですね。それではなぜこんな風に働きが違ってくるんでしょうか。それはお腹の中で赤ちゃんはお母さんの声を聞いて覚えたからです。つまり赤ちゃんはそんな小さいうちからいろいろな学習をして、そして脳が育っているということがわかります。それでは次に皆さんのような小学生の脳はどうでしょうか。皆さんのような小学生もお勉強や経験で脳は育っていきます。私たちはそれについても研究を行いました。小学校5、6年生にスマホのアプリで3週間英語の聞き取りのお勉強をしてもらいました。その結果、英語の成績がこんな風に変わりました。お勉強前は3点だったのが53点に上がっています。その時、脳は変わったんでしょうか？はい、変わりました。脳に新しいつながりができていたんですね。
こちらは頭を上から見た脳の部位になりますが、新しいつながりが左の後ろの方から前の方にできているのがわかります。この左の部分は言葉の理解に関係する部分ですので、英語の理解が強まったというふうに考えられます。こんなふうに小学生の脳もお勉強や経験で変わっていきます。ですので皆さんもいろんなものを見たり聞いたり運動をしたりして脳を育てていってください。以上、皆川のお話でした。次にまた寺澤先生にバトンタッチします。皆川先生、ありがとうございました。そう、脳は育つんです。皆さんがいろんなことをすればするほど、そのことを支えるためのネットワークというのがぐんぐん育っていくんです。それではもし、怪我や病気などによって、このネットワークがうまく動かなくなったら何が起きてしまうんでしょう。そう、動かなくなってしまったネットワークが担当していたいろいろな役割というものが弱くなってしまうんです。ここからは脳の内側に隠されている問うという場所がもし動かなくなってしまったら何が起きるんだろうという話をしていきたいと思います。問うというのは先ほどお話をした前頭葉と頭頂葉と側頭葉の中に隠されている秘密の島のような場所なんです。ここがうまく動かなくなると、人の顔からその人がどんな気持ちでいるのかというのを理解する力が少しだけ弱くなります。上の図のようにとても怒っていたり、あるいはとても嫌そうだったりする顔から、あ、怒ってるなとか、嫌そうだなとかっていうのを理解するのは、頭皮質の働きが少し弱まっても大丈夫です。でも、下の図のように怒っているのか嫌そうなのか、ちょっと理解しづらいような弱いお顔だと、こういうお顔からその人がどんな気持ちなのかというのを理解するのが難しくなってしまうんです。それからもう一つ、頭皮質がうまく動かなくなると、体の中で起きた大きな変化というのを感じるということも苦手になってしまいます。例えば、心臓がすごくドキドキしているとか、息が苦しいとか、こういうような変化を感じるためにも、頭皮質というのは活躍しているんですね。今のお話で、頭皮質は2つのことに関わっていそうだということが見えてきましたよね。一つは、心の動きを感じること。そしてもう一つは、体の中の大きな変化を感じること。この2つに頭皮質が関わっていそうだということが分かってきました。ここで、あれもしかしてと思ってもらえると嬉しいのですが、この2つのことに1つの頭皮質という場所が関わっているのだとするならば、もしかしたら心の動きを感じるっていうことと体の動きを感じるっていうことは関係があるんじゃないのかなっていうような推理ができませんか？私は実はこういうことに興味を持っていて、どうして嬉しいとか怒っているって感じられるんだろうっていうことについて、それを感じるために人の心とそれから体、心臓とか肺とか体、そして脳というのがどうやって一緒に動いているんだろうということをずっと研究しています。ここまで脳って何だろうという疑問のもと、いろいろなことを勉強してきましたね。脳のことを調べてみると、一体どんないいことがあるんでしょうか。一つ目は、私たちがどうやって感じたり、考えたり、動いたりしているのかということを理解することができるということです。これはつまり、私たちの心というのがどうやって出来上がっているんだろうということを考えることともつながってくるんです。そして二つ目、これは脳ですとか心に何か困りごとが起きたときにどうしたら治せるのかということを考えるためにもとても役に立つんです。この他にもきっと皆さん、こんな風に脳のことを調べてみるといいことがあるよねとか、何か思いつくことがあったらぜひ教えてくださいね。今日は少し難しいお話もあったかもしれませんが、皆さんの頭の中に入っている脳について少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです。この動画を作るのに協力してくださった皆さんのお名前です。
私たちはみんな研究所ですとか大学という場所で毎日脳や心がどんな風に動いているのか、その秘密について研究をしています。動画を見てくれた皆さんが、私も将来こんな仕事をやってみたいなと思ってくれたらとても嬉しいです。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。